長らくこの大王将の盤がここにあったんだけど、よいしょ、よいしょ、やっとこれを細切れにできる日が来ましたっていう感じで、これそっちのお部屋のでっかい梁があるんですけど、それのこういう丸太でここを梁にして、ここ芯のところなんですよね。で割れがひどくて、なかなか今までちょっと物置というかそういう感じで使っていたんですけれども、すっごい重い。で反りもひどくてねじれもひどくて、芯のとこってそういうもんですね。バカッと割れて、でなんかにこれでかさはやっぱり値打ちというかそこなんで、なんか活かせないかなと思いつつ、長らくもう3年ぐらいここをね置きながら工事してたんだけど、ついに、新しい作業台もできたことだし、ずっと置いといても進まないから決断しちゃおうっていう感じですね。ついに刻んじゃおうと。へこんでて墨がつかないや。で何にしようか、何かにねどうせなら生かしたいんだけど、外に作る物置小屋の、長い屋根を支えるような材にこの長さを生かせば、切っちゃうともったいないから、長さを生かして大きなちょっと倉庫みたいな小屋を、かわいい小屋を作ろうと思うんだけど、いずれその時のこう屋根を支える長い材として生かせれば値打ちがあるかなと。でそれであればこの割れたりねじれたりしてても、丸太だと思えばいいわけだから使えるなと、長さの価値を残して使えるなっていう、目論見ですね。最初はねそっちのその梁、大きな梁を2本で支えてるお部屋のその梁の下にでかいテーブルを置くんですけど、それにしようかなと思ってたんだけど、半分に切ってね、こうあまりにも割れとかねじれがひどくてダメだなということで、そっちのお部屋は今大きな山桜の板で、でかいテーブルを作っていますけど、これ大王将っていう松の一種なんですけど、まずめったに大王将は木材として、そもそも認知されてない材料というか、ほとんどそんなもんなんですけど、で大体そういう使われてないものってあんま悪いものだっていうふうに、だから使われないんだって、それもそうなんだけど、これはそこまで悪くなくて、結構大王将ちょっと赤松黒松より柔らかいっていう傾向はあるのかもしれないけど、こいつはかなり芽が摘んでて強さが感じられる、ものですね。でここの建物の木材の刻みをやってる時に大工さんの工房によく行って一緒にやってたんですけど、その大工さんの工房の裏の畑で切られてた、ちょうどそのタイミングで切られてた大王将で、かなり苦労してその畑の柔らかい土のところにから運び出してきて製材したんですけど、そんな、思い出のある材料です。やっぱ大きい材に刃を入れるのはすごくやっぱためらいがあるというか、思い切りがいりますね。最後当てがきついね。
と疲れるよなこのでかい丸のこ。よいしょ。でこれで一発で切れるんだけど、それあまりにもやっぱ引きが重そうだからやっぱりなので今小さい丸のこで一回切れ目を入れといたって感じで、ちょいよっと。さあ行くか。いきなり当てがきつくて進まない。くさび。上に乗ってなくてよかった。勝手にはぜたねここで今パカーンって。まあ、バレが入ってたからなんだけど、よっとこんな感じで。さあ最後の1カット。やっぱり最初きついな。最後もこれちょっとパカンと外れたね。あ、ここで割れたのか。さてこれで4本のまあ針というか小屋の桁とかに使える材が4つできたかなと。わあすごい。こうして見るとめちゃくちゃ反ってるのがわかるね。弓なりだもんなこれ。いいよ。いやー弓なり。よっと。あ、これは比較的まっすぐだ。これはどうでしょう。いいよっと。これも比較的まっすぐだけど、こっちの2本はひどいね。でまあこれでなんとか、一人でも動かせんのかなこれ。一人でもどうにか向こうへ持っていけるようにはなったと。これ今4つに分かれたんだけども、その瞬間こうくっついてたところはもうまるっきり合わなくなって、ほらこれピタッとこうしてたところが切った瞬間で、切った切り口も丸のこの刃1本だったのに、こんなにもうほらもうピタッと合わないもんねこれ。こっちからちょっと取ってみて。
ほらここも丸ノコ1本だったのがこんだけ合わない2センチぐらいそっちとこっちでついてるし、これは今度端はついてるけど中2センチくらい空いてるでしょ。こっちはこれはもうほらすごい2センチどころじゃないもんね。5センチぐらい4センチは空いてるね。もともとピタッとついてたもので、こっち方向もこれこんなに段差ができてるし、これだけやっぱりこういう材料はこう癖を持ってるっていうことなんですよね。お互いに押さえ合って一応反ったりねじれたりはしてるけど、一旦形で安定してたのが、こうやってまたばらされてみるとこう反ってくると、中に内包してたこう力が解放されてこうやって狂っちゃうと。でこれ本当にまっすぐの柱張りにしようと思うと、これをまたきれいにカンナ掛けして、っていうわけだから、そうするとまた一回り以上こう小さくなるって仕上がり寸法はっていうわけですよね。まあ自然の素材ってそういうもんだし、で、林業で昔の人がね、まあ、今もやってるとこだろうけど、枝打ちをしたり手入れをしたりしていい材料を作ろうっていうのは、いい材料の本質はこう素直で、だからこういうことをしても絶対反らないとかはないんだけど、程度の問題なんだけど、こんなに激しく狂ったりはしないような素直な材料を、素性のいい材料を作ろうっていうのがやっぱりいい材料を作るっていう林業のやってきたこと、努力してきたことなんですよね。だけど今そういう良材が評価されるような場面っていうのがねあんまりなかったりして、ね、だこういうのが本当に必要なのって、まあ、和風の建築もそうなんだけど、それこそ建具とか障子とかそういったものもこうやって細く材料していくわけだから、それでこう歪まないような、歪みが少ないような素直な材料っていうのが、そして長期に使っててもこういう狂いって強いのを無理やり押さえつけてたりすると、後で不具合が出たりすることもあったりするんだけど、そういうのが、少ないおとなしいいい材料っていうのは本当はそれがねたくさん使われるといいんですけど、あんまり使われないから、今時そういういい障子を作ろうっていうお客さんも少ないし、和風のきれいな柱を見せるような建築も少ないし、で果てはというか、まあそれはそれでこういうものに対応してるんだけど、みんな細かくしちゃって修正材にして、もう癖がない材料にするとか、まあ、その方が大工さんとか職人さんも使いやすいんだけど、癖がない修正材とかそういうのはね、癖が少ない修正材とかそういうのはなかなかね。でこういう本当癖がこう生きてる、もうこれも何年も経ってる、製材してから何年も経ってるんだけど、それでも全然それこそ10年経っても20年経ってもこういう癖が生きてる、力が中にこう生きてる、生き生きした材料っていうかな、生々しい材料っていうのはやっぱり強いですよね。で下手な人工乾燥とか入れちゃうと中スカスカになっておとなしくなるんだけど性が抜けるっていうか、そのね、なんか魂抜けたみたいになっちゃう場合もあって、なかなか良し悪しですよね。何百年も持たせたいっていうんだったらこういう性は殺さない方がいいような気がするけど、でそういう性を生かしたまま、癖を生かしたまま癖を殺さないで、癖を組むなんていうことが一番上等な大工さんの仕事だったりっていう話もありますけど、まあ現代はなかなかそんなものにお目にかかる機会はなかなかないわけで、そういう仕事ができる大工さんっていうのも極めて貴重だしっていう状況ですね。まあこうやって材料をいじってみるとそういうことがなんか実感として分かるなっていうことですよね。